オス日進月歩塩田正宏です。おっす、塩対機動マスコットキャラクター愛ちゃんです。正先生、はい、今日もねちょっと聞きたいことあって来たんですよ。これ知ってます？バキでしょ。はい、わかります、わかります。これね、渋川豪樹、はい、塩田剛三先生がモデルっていう。で、この漫画の中で渋川豪樹の名台詞があるんですよ。でもうこうベチン技決めた後に、はい、ぐにゃぐにゃするじゃろっていう名台詞があるんですね。はい。で、その技本当にぐにゃぐにゃするんかいっていうのを聞きに来たんですけど。はい。実際の話ですよね。そうです、そうです。はい。塩田剛三の得意技ですから。あ、そうなんですね。はい。絶対演舞でやってるんで。ああ、はいはい。じゃあ動画とか見ても、はい。それもうやってると。やってます。へえ。これでも。まあけど、あれですよね。忖度ですもんね、あれ。うん。忖度ではないですね。かなりデンジャラスな技なんで、道場でもやらないんですよ。あ、てか、なるほど。やるわけがない。ああ。体の使い方としては、まあ合気道の体の使い方ですから、そこをね、じゃあ説明していく感じですかね。へえ。じゃあその昔の実践的な部分の名残みたいな、そうです。もうかなり実践的です。はあ。あれ一撃でやるんで、演舞では手加減してるけども、本当はね、頭打ちつける技ですから、畳でも痛いけども。畳でもでしょうね。うん。まあコンクリートだったらもう結構相当危ない技なんじゃないですかね。なるほど。じゃあちょっとそれ、解説見せていただいていいですか？はい。やっていきましょうか。どうぞ。はい。ということで、マサ先生。はい。実際にやっていただこうじゃねえのって。ああ、わかりました。いうことで、はい。やっていただきましょう。はい。技をやって、じゃあ、その後解説しますね。ああ、お願いします。はい。かなり危険な技ですからね。そうですよね。かなり危険な技ですね、あれね。うん。だから、受け取れるし、なかなか、いないと思います。そうですよね。はい。だからね、僕、受け用意したんですよ。あそこに立ってる人ですか？うん、そうそう。だから僕、受けたくねえなと思って。ぐにゃぐにゃしたくねえなと思ったんで、物好きを呼んでるんで、呼び込みたいんです。はい、はい。おっす。はい、はい。失礼します。はい。はい、はい、はい。物好きです。物好き。ぐにゃぐにゃなりたいって物好き。じゃあお名前を。はい。平山ひろとです。よろしくお願いします。はい、白山です。物好きの白山くんです。平山です。平山くんですね。やっぱこうちょっとね、この仮面がね、耳が聞こえなくなっちゃうんでね。じゃあ、誰ですか？何してる人？俳優を勉強してます。俳優をね、勉強してるっていうことで、ただ、ここのチャンネル、忖度なしだから、その演技とか、派手になんか、綺麗にやられるとか、そういうのなしだからね。わかりました。分かってるね。オッケー。まあね、リアルな反応が見れていいかもしれないですね。いや、もうリアルしかないですから。黒帯を連れてくるのかと思いました。いや、もう忖度だらけの黒帯なんか連れてくるわけないの。いや、忖度じゃないですけど。マサ先生、はい。あ、わかりました。じゃあ、やってみましょうか。いいでしょう。じゃあ、まず技を実践しましょう。はい。はい。バキの漫画、どういうシーンかわかんないですけども、まあ、思いっきり殴りかかってきた場合、で、やってみましょうか。そしたら、思いっきり殴ってくる。はい。はい、行きましょうか。お願いします。はい。はい、どうぐにゃぐにゃしてます。いや、本当か、おい。本当か？結構ここら辺と内臓も揺れてますね。あ、内臓も揺れてんだね。まあ、揺れますね。でもね、ぐにゃぐにゃはね、ならない。あれ、本当は下まで行きますから、床まで。だから、頭からバチンいってるんですよ、バキの場合。はい。なので、頭がぐにゃぐにゃしてるんだろうなと思うんですけど、っていうことですよね。おっしゃる通りです。あれよりもっとぐにゃぐにゃがあるんですか？いや、あるよ。あります、あります。もっとできるけども、手加減してくれたんですか？そう。いや、ありがとうございます。あれ多分ね、死ぬのよ、あれ。マジで食らってたら。その漫画の中の原理をやっていただいたっていう感じですよね、今はじゃあ。これは当たり前ですよ。合気道家でも受け取れる人はいないですよ。塩田剛三も手加減してますからね。そうなんです。一度ね、インドネシア大使館であれをやって、
8人ぐらい受けが並んでて、はいはい、でそのうち5、6人死んでる動画があるんですよ。いやいや、ちょっと待って、こうなって、いやいやいや、あれはね、はい、ちょっと本気出しちゃったのかなって。全部手加減してます。ああ、なるほどなるほどなるほど。はい。もう本気を出したらもう死んじゃうからってことですもんね、多分。いや、そうですね。まあ合気道一撃で昔はね、こうやる感じですから、はいはいはい、そうですね。はあ。地面に打ちつけて死んじゃいますね。ってことですよね。はい、これどういうことなんですか。よかったじゃねえのよ。いきなりここで殺すわけねえだろ、松田先生が。それはね、まあ受け身ができないと内臓は結構危ないっていうかね、どこ打ちつけるかわかんないですね。まあお若いからね、大丈夫ですけど。ちょっと説明してほしいですね。はい、説明何が起きてるのか。まず、じゃあ平山さんで。まあ彼も思いっきり打つことってまあ慣れてないと思いますね。で怖いじゃないですか。何されるかわかんないから。本気で打ってきますよね、それに対して僕は、まあ、この手で、まあ、倒すんですけども、まず僕の肘が曲がってたりすると、相手のこう勢いに負けちゃって僕が崩れちゃいますよね。なので今まで説明した通り僕の手ってもうね体とつながってるから、まあ、いくらちょっと前に今来ようとしても来れないんですよ。なるほど。まあ、こういう状態が、ね、揺れないでしょ。こうなってて押してきたら、揺れちゃうけど、揺れない、まあ、押されないです。ちょっと押して、まあ、無理なんですよね。まずこれが一つ体を作らなきゃいけないっていうのと、大前提としてね。大前提として。ああ、なるほど。で、あとまあここの手は見えるけども、見えるじゃないですか。でもこう下から来るのって見えないですよね。なので下からこう撫でてあげるっていう。今のこの体の強さも含めて下からこう撫でるんで、こういう感じですよね。で、勢いよく来なかったら今みたいに後ろ行きます。でも相手の勢いこうガーって来てる時にこういう感じでこう行くんでもう打てるわけですよ。でも僕は今ここで離してるからあんなもんです。それを床まで打ちつけるんです。ってことっすね。そうでもね、この当ててる感覚は柔らかい、こう小艇をしてるわけじゃないから、こうなって別のところを変えてるイメージで、こう抜けてって、あとここに体こうね、腰をつなげると。そしたら下まで行っちゃうんですよね。体は前に行くけども頭は下に行っちゃう。中田剛三先生の動画とか、あと漫画もそうだった気がするんですけど、一回上げてる気がするんですよ。これ合ってます？合ってます。ああ、やっぱそう上げますからね。で、上げてのビターンみたいなのをやってると思ってたんですけど、やっぱそれは結局こう力の方向を変えてみたいなことなんですか？そうですね。へえ。おもろ。あとまあここは見えるけども、愛ちゃんの今四角ね、あれだけど、これ何も見えないですよこれ。もう何も見えないのよ。もうそもそも愛ちゃんは。そう。だからね、歩いてきますさ。ね、こういう。ちょっと待って。こういう感じですよ。ちょっと待って。俺じゃないから今日。ああ、なるほどね。でも触られてるのはね、焦点された感じはしないでしょ。いや、確かに焦点の感じじゃなかったです。受けてみたら。柔らかいんです。撫でてるみたいな。撫でてるんですよ。はあ。これ逆に怖いっすね、本当に。いや、危ない技だから、もちろん合気道で稽古はしないですね。そういう体作りはできるけども、もうこれはダメだっつって、危ないっつって。だからパンチ打つ側の力がでかければでかいほど本当に食らうってことですよね。そうですね。躊躇しないで本気で来れば来るほど、漫画みたいに足ビヨーンなって、ビターンってなるってことですね。なりますね。おもろ。おもろいですか？いや、おもろい。いや、おもろいのよ。いや、もう食らったからね、なんかちょっとあれだけども。焦点だったら嫌だけどね。これはだから力じゃないから僕じゃなくても誰でもできるっていう。面白いですね。ありがとうございます。ちょっと一つ謎は解けたでしょうか？そうですね。ぐにゃぐにゃするじゃろは本当にぐにゃぐにゃするっていうことでしたね。ありがとうございます。ぜひ他にもね、質問とかいただければ解説していきたいと思いますのでよろしくお願いします。またねー。